こんな感じで手でちぎります。で加熱はもう弱火でじっくりと焼き色をつけるイメージで、そうするとですね、今かなりいい香りがしますよ。これは絶対に美味しいです。はい、こんにちは、シェフのホイです。今日はナスのペペロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、ナス、ケッパー、松の実、アンチョビ、オリーブオイルです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、ナスを使った新作のペペロンチーノアリオオリオベースを作っていきます。で今日のベースになってくるのは南イタリアのシチリアの組み合わせで、またちょっと新たなですね、驚きの組み合わせで早速作っていきたいと思います。はい、それでは今日はこれメインになってくるのが、普通の長ナスです。これ1人前1本分、100g ぐらい使うイメージで調理していきます。でまずはですね、今日はちょっとイタリアの郷土料理らしくしていきたいので、皮はこれ剥いても剥かなくてもそんな皮が薄いのでどちらでもいいんですけど、ちょっとこう縞模様になってるとなんかいい感じがするので、こんな感じでカットして、でこのヘタはギリギリで落としたいので、こう包丁でちょっと削ぐような感じで落としていきます。こんな感じです。でこのナスを半割りにして、でナスっていうのはこう半割りにすると大体鮮度が分かります。でシェフが鮮度を見極めるときに、大事にしていることはこの中の種の数、これが種が少ないナスほど結構新鮮なナスっていう認識をするので、それで見てからどれぐらい塩を当てるかとか、ちょっとアクが強めだったら水にさらすとか、そこで調理法を変えていくんですね。で今日はこのナスをちょっとラグっぽくしていきたいので、半割りで包丁使いましたけど、ここから手使っていきます。手でナスをほぐすイメージ、こんな感じ、大きめにほぐします。そうすると、こう断面が不揃いだったりとかこう露出されるので、味が染み込みやすいというか火が入りやすくなるので、こんな感じで手でちぎります。でちぎったナスを、バットでも何でもいいですけど上げて、断面がこうたくさん出てきたからこそここに塩をすれば直接こう食材に入っていく。なので味がなじみやすくなるので、ちぎるっていうのが今日のポイントです。で今日のナスはちょっと種が多かったので、10分ぐらいこのアクを抜きながら、塩してるので味も同時に入れていきます。で今日はニンニクはスーパーでスペイン産のニンニクが安売りしてたので買ってきたんですけど、スペイン産結構小ぶりなので、1かけとちょっとちっちゃいの、これ1人前で使っていきます。でちょっとヘタの部分だけ、芯の部分だけこうやって落として、あとはこの後ですね、ナスを結構長い時間加熱していかないといけないので、ニンニクはみじん切りだと焦げてしまうので潰すだけ、こんな感じです。でパセリの茎も捨てないでこの後火入れで使っていきます。でイタリアンパセリは適当に刻むだけです。で今日はナスとの相性を合わせて、シチリアの組み合わせでナスとアンチョビ結構合わせます。でこれはアンチョビフィレでも、魚醤でも何でもいいんですけど、結構このアンチョビのペーストがですね使いやすいので、今日はペーストを使っていきます。で今日は結構濃い重たいうまみになってくるので、その重たいうまみを断ち切る酸のケッパーの酢漬けです。これちょっとあるだけでうまみと酸が加わるので本当に美味しくなるので、ちょっとだけ加えるのがポイントです。あとはあればですが、これ入れなくてももちろん美味しいですけど、あるとよりこうナスアンチョビケッパーっていうと、シチリアではこう松の実も入ってくるんですね。で松の実はちょっとしたコクとか香ばしさが加わるので、これ入るととても美味しいです。でまずは潰したニンニクと、唐辛子、アリオオリオベースなので結構辛み出していきたいので、ちぎって僕は種も入れちゃいます。そしてオリーブオイルを入れて加熱していきます。でまずはですね、いつも通りニンニクがフツフツするまで加熱します。ではナスを置いてたら、ナスからだいぶしっかり水分が出てきたので、この表面の水分を全部ちゃんと拭き取ります。でそうするとこれだいぶアクも抜けて下味が入った状態のナスです。
はい、それではニンニクふつふつしてきました。でちょっとまだニンニクの加熱はまだ足りていないんですが、ここからですねナスと一緒に加熱をしていくので、ニンニクの香りがちょっと出たぐらいでもうここで今日の主役のナスが全部ドンと入ります。でナスが入ったらイタリアンパセリの茎、これも入れて爽やかな香りを出しながらナスを加熱していきます。でまずこれナスが入ったらですね結構な量なので、まずオイルをこのナスにまとわせる。でまとわせたらちょっとだけフライパンを傾けた状態でナスをじっくりと加熱していきます。でナスっていうのは一番最初にたくさんオイルを吸うので、今オイル全然ない状態です。なので足したくなるところなんですけれど、ここをですね我慢して弱火でずっとじっくりと炊いていくとですね、ナスが最終的にオイルを吐き出すので、足さなくてこのままじっくりと加熱していって大丈夫です。で加熱はもう弱火でじっくりとナスに焼き色をつけるイメージで、ちょっとニンニクが焦げそうだったらナスの上で休ませて、ゆっくりとニンニクにも火を入れながら、もうこのままほぼ放置です。はい、それではパスタ茹でていきます。今日はですねナスのオイルパスタになってくるんですけど、結構濃厚な味わいなので、太めのスパゲッティ、ザラザラのブロンズダイスを茹でていきます。でお湯の中には2リッターに対して 1.5% の塩が入ってます。はい、スパゲッティ茹で始めてナスをじっくりと火入れしているところなんですけど、火加減も消えるか消えないかぐらいのごく弱火で、もうこの状態でナスをじっくり今炊いてるんですね。これでもナス柔らかくなるので、本当にもうこれをじっくりとやっていく。そうすると見てください、ナスも柔らかくなってきてます。で時間が経つにつれてオリーブオイルちょっと吐き出してきました。でこの状態でですねもうちょっと数分ひっくり返して加熱を続けます。で今また3分ぐらい経ちました。そしたらもう見た目からしてナス柔らかそうな、ちょっとこの丸みを帯びていてもう柔らかいなっていう見た目になってきました。そしたらパセリの役割は終了です。で今日はここからがアーリオオリオのポイントです。じっくりと休ませながら加熱してきたこのニンニクが柔らかくなっているので、ニンニクを潰し始めます。でオリーブオイル完全にもう吐き出してきているので、ここで傾けることによっていつものアーリオオリオのベースです。ベースの状態が作れるので、ニンニク潰す。でニンニクの香りを全開に出していく。でこのオイルのところに松の実あれば松の実です。で松の実もちょっと加熱して香ばしさをまとわせていきます。でこのオイルの中に酢漬けのケッパーで、ケッパーもちょっと炒めることによって香りを出します。でこのオイルのアーリオオリオの中でベースを作る。これで今すごいシチリア料理のいい香りがしてきました。そしたらフライパンをフラットにしてちょっとナスにまとわせる。で火を弱火のままで大丈夫です。これで今日のうまみの要アンチョビペースト。アンチョビペーストが入ったらこのアンチョビのうまみを柔らかくなったナス一個一個にまとわせる。でアンチョビが入ったらですね強火使っちゃダメです。アンチョビは炒めすぎると魚臭さが出てしまうので、あくまでも溶かすイメージ。そうするとくたっとしたナスとですね、今アンチョビとアーリオオイルのベースがしっかりナスに馴染んで、もうこれは最高に美味しい状態が作れてます。でそしてここにたっぷりのイタリアンパセリ。イタリアンパセリが入ったら混ぜ合わせる。そしてパセリの香りも立てて、いやー最高に香ってシリアっぽいパスタソースが完成しました。でこれであと30秒ぐらいでパスタが茹で上がるので、茹で上がるまで火を切っておきます。で今茹で上がりの時間です。でパスタ湯切りを甘くした茹で汁もちょっとだけ加えていくんですけど、今日はアンチョビが主体になってくるので塩辛くなってくるので、
ちょっとこのソースの調整は水です。軽く水でソースをなじませておきまして、でパスタを加えます。でここで湯切りを甘くしたパスタ加えて、で最後に合わせていきます。でもオイルベースのソースなので基本的にもう混ぜるだけで大丈夫です。そうするとですね、今かなりいい香りがしますよ。これは絶対に美味しいです。でこれで麺にしっかりソースが絡んで滑りが良くなったので盛り付け入ります。はい、これでシチリア風のナスのアリオリオの完成です。はい、それではいただきます。皆さんこれは本当にやばいほど美味しいです。これナスがですね、今回こうちぎったことによって味がしっかりと馴染んでるので、そこにアンチョビの旨味とかケッパーのいい感じの酸味も相まってですね、とっても美味しいパスタ料理になってます。で今日の組み合わせっていうのは、南イタリアのシチリアの、カポナータっていう、野菜の煮込みの料理があるんですけど、それの大体ベースになってくるのがニンニクとでナスが必ず入ってきます。パレルモ風のカポナータって言ったらナスが入って、でそこにニンニクと、ケッパーと松の実っていうのが入ってくるので、本当にシチリアの組み合わせで鉄板なんですけど、これを食べると南イタリアのパスタだなっていうのを感じられる新作のパスタ料理になってます。で松の実が入ったら、料理的にはとてもレベルが高くなるんですけど、全然松の実入ってなくても美味しいパスタ料理になってます。で郷土料理でいうと、最近公式アプリでもパスタ以外の野菜料理とか魚料理とか肉料理とか、ちょっとパスタでもショートパスタになったりとか、いろいろイタリア郷土料理も世界が広いんですけど、そういう料理をですね公式アプリでも上げて更新しているので、興味のある方は概要欄から飛んでみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのナスのパスタなんですけど、最高の新作のパスタになったので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。